皆様こんにちは。大倉東京東華林の陳龍生です。本日はですね、ご家庭でできるチャーハン、しかもチャーハンの極意を、お伝えしていきたいと思います。まず用意するのはですね、卵、ご飯、そしてエビですね、そしてネギ。本来であれば、チャーシューを使いたいところですが、本日は家庭でチャーハンということでロースハム、こちらをご用意してあります。でまずはチャーハンに必要なもう大事な卵ですね。卵を割って溶いておきます。ネギはですね、みじん切りにするのはですね、もう一人前の場合は縦4箇所回して横4箇所、そしてあとは切るだけ。これでもうみじん切りができます。そしてハムですね、枚数にして2枚ですね。2枚をですね、短冊切りに切ります。これをですね、横にもう一回切って四角く整えていきます。そしてむきエビですね、お塩を少し下味つけてですね、よく揉んであげます。これに片栗粉を少しまぶして事前にボイルします。それでは先ほどの下味をつけたエビをボイルしていきます。エビもですね、あまり火が入りすぎると硬くなってしまいますので、周りがこうピンク色のいい色になって、丸まりすぎないぐらい、完全に火が通ると丸くなっちゃいますから、これが半分ぐらいの丸まりぐらい、ここでだいたい 70% の火が入ってます。これをですね、一旦引き上げます。そして先ほどの、具材と一緒にしておきます。はい、これから、チャーハンを炒めていきます。よく私が聞く話では、チャーハンの火加減がうまくいかないと、いう話をよく聞きますが、チャーハンを作る場合はですね、皆さんイメージで煽ったりします。これはもう家庭の火では煽る必要全くないので、強火でどんどんやるというイメージもありますけど、これは中火ぐらいでですね、最初はよく炒めていくことがコツです。油を入れます。ここにですね、溶き卵、もうこういう状態でですね、最初から強く火が入ることのないように半熟ぐらいまで持ってきますね。ここにご飯を投入します。もう火はそのままですね。そして、お玉のヘラで潰すようにかき混ぜてください。そしてもうお玉は振らないです。
十分これで、ダマが取れるようにゆっくりとで丁寧にこう炒めていきます。ここにですね、お塩、中華味、胡椒ですね。胡椒を入れるということですね。胡椒は調理しても粒子がご飯とか具材に溶けることはないで残りますので、細かい粒子がご飯のと卵の間に入ってこれでパラパラになっていくんです。この状態でゆっくりとで大丈夫ですからご飯を炒め上げていきます。これが火が強いともうこれで焦げ始めちゃうので、ここではまだ強火にしないで十分こうダマが取れて全体的に炒まるようにしていきます。ダマを取るにはですね、お玉のこの腹の部分で押してあげるとほぐれてきますから、これで、ちょうど卵が焼けた匂いとご飯が焼けた匂いが合わさって、もうここでチャーハンの匂いがします。そして先ほどの具材をここで投入します。そしてもう少し、ネギの香りが出るように炒めていきます。今この音でパチパチ言ってる音、これがもう水分が飛んできてるんですね。そのパチパチ言い出したらですね、ここに、お醤油を投入していきます。これ鍋肌とかよく言いますけど、もうチャーハンの真ん中から入れちゃってあとまたゆっくり広げてくれれば十分これで香ばしい匂いが出てくる。ここで最後の仕上げですが強火にします。最後の最後に強火にしてですね、鍋は煽らないまま焼いていきます。こういう状態です。これもうパリパリの音が出てきたらもう、水分が飛んでる証拠ですから香ばしいチャーハンのいい匂いになってきます。はい、これでですね、完成です。これ今やってみたように、鍋は一回も振ってません。鍋から離してません。この火の、調整ですね。中火、強火、それで、うまく、仕上げていただければもう、本格的なお店で作るチャーハンと同じものができます。五目チャーハンの完成です。コツとしましては鍋を振らないこと、そして、油を気持ち多く入れること、チャーハンは喉越しもつるっとしてるのが美味しいチャーハンを作ることです。